体質になる寝る前の股関節ストレッチやっていきます。まずは体育座りの状態作って、両足揺らしていきましょう。こんな感じです。まずリラックスしていきましょう。寝る前の股関節ストレッチなので、まずはね、ウォーミングアップでちょっと体温める意味を含めて揺らしていきます。股関節硬くなると足が冷えてね、むくみの原因にもなるので、しっかり温めていきましょう。よし、OK。そしたら次、開脚していきます。開けるところまで開きます。そのままゆっくり前倒れていきます。これ柔軟性チェックも兼ねたストレッチとなっております。足がね、冷える、むくむ、疲れが取れない方は、寝る前のこの股関節ストレッチでしっかりね、体をほぐすようにして、血流良くして眠るようにしましょう。で、これあくまで寝る前の股関節ストレッチなので、あんまり無理せずね、リラックスできる範囲で無理なくやっていきましょう。そして今、開脚これぐらい開いてるなと覚えておいてください。理想は120度ぐらい開いて、おでこが床につくことです。これビフォーアフター1回でかなり変わるので楽しみにしていてください。よし、OK。そしたら次、長座していきます。足を伸ばします。このまま前屈していきます。これも柔軟性チェックを兼ねてます。膝の裏もも、伸びてれば OK です。これも理想はですね、手首がこのつま先、ここに当たることですが、僕は全然指先がつま先触ることができません。ストレッチトレーナーとしてもっと柔らかくなければいけないんですが、どうしても最近デスクワークが多くてですね、僕もガチガチになっているので、皆さんと一緒に柔らかくなっていきたいと思います。で、この動画もですね、1週間チャレンジやっていこうと思います。1週間チャレンジってね、7日連続完璧にやらなきゃいけないと思う方いると思うんですが、そんなことないので安心してください。よし、OK。そしたら次、右足だけ伸ばします。こんな感じです。このまま右手で、右のつま先触りに行きましょう。こんな感じです。指先でつま先、こうやって触れますかね。最低ラインこれぐらいですね。理想はこの手首がつま先触れるぐらいですが、僕は全然こんぐらいしか触れません。これも1回で変化出ますので楽しみにしてください。呼吸止めないようにしましょう。でもしね、余裕がある人は反対に左手で右のつま先触りに行きましょう。これもね、触れたらいいと思います。寝る前なので、無理ない範囲でやっていきましょう。OK です。逆いきます。左足伸ばします。これで左手で左のつま先を触りに行きます。僕もなんとか指先でつま先触れるぐらいです。皆さんどうでしょうか。これかなりね、1回で変化出ますので楽しみにしててください。こうやってきつい方、反動つけながらでもいいです。多少膝曲がってもいいです。逆にこうしなきゃダメだとか、これやっちゃダメだってことはないです。膝の裏ももが伸びてるなって感覚あれば OK です。よくね、膝が曲がっちゃうんですけどっていうコメント来るんですけど大丈夫です。僕もこうやってやったら膝曲がります。無理なくできる範囲でやりましょう。頑張れる人は反対の手で左つま先触りに行く。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら次はですね、右足ちょっと前に出します。あぐらの状態から右足ちょっと前に出す。これぐらいですね。このまま体真正面に倒して、右のお尻ストレッチかけていきます。伸びますか？で、いまいち伸びない方、足をもうちょっと前に出す。もしくは手前に引く。もしくは体をもっと前に倒す。斜め前に倒すと、いろんなね、方向を試して、この角度右のお尻伸びるなって位置を探してみてください。大きい筋肉なので、人によってね、伸びる角度は違います。どれが正解ではなくて、皆さんが伸びる角度が正解です。で、これも柔軟性チェック兼ねてます。おでこがね、足につくとか、こうやって肘が床につく。これぐらいは最低ラインだと思ってください。理想はね、おでこ床についたら最高です。OK です。逆行きましょう。あぐらの状態から左足ちょっと前に出します。このまま体真正面に倒していきます。左のお尻のストレッチです。で、これ、寝る前の股関節ストレッチっていうタイトルなんですが、必ず寝る前にやんなきゃいけないかって、そんなことないです。朝やってもいいし、昼やってもいいし、夜やってもいいです。皆さんがね、やりやすいタイミングで続けていただければと思います。ただこうやって、ゆっくりとした、キープする、無理ない範囲のストレッチが多いので、寝る前にね、体リラックスさせて眠りを深くするような、イメージでストレッチの構成作ってますので、寝る前が特におすすめということです。で、これも柔軟性チェック兼ねてます。おでこが足につく。理想は床につくぐらいですね。肘も床についてほしいです。これも1回で変化出るので楽しみにしててください。OK です。
したら次は足伸ばします。まあ片指ちょっと広め、こんな感じに開いてもらって、内外にパタパタ動かしていきましょう。股関節付け根から動かすイメージです。頑張れる人はもうちょっと広げる。内外内外、これ繰り返しましょう。で、全然余裕ないって方はもうちょっと広げる。広げて内外に動かす。ただこれあくまでこれまだなんでしょうね、ウォーミングアップというか鳴らし運転、寝る前の股関節ストレッチなんで無理ない範囲でいきましょう。つま先だけじゃないですよ。付け根から動かす。呼吸は止めないようにしましょう。 OK。 そしたら脇腹、脇の下、背中伸ばしていきます。あぐら、正座、長座、何でも大丈夫です。左手左肘床につきます。右手万歳しましょう。右の脇の下、脇腹、この辺が伸びてれば OK です。伸びますか？で、指先誰かに引っ張られてるイメージで遠くに向かってぐーっと伸ばすとより伸びてきます。どの方向が正解じゃなくて、真横に倒したり斜め前に倒したりもっと前に倒したりと、自分のこの脇の下、背中あたりがうわ伸びるなって角度を探してあげましょう。よく質問いただくのが反対のお尻、こうやって浮いちゃっても大丈夫ですかって質問来るんですが、浮いても OK です。目的は脇の下、脇腹を伸ばすことです。伸びてれば多少お尻が浮いても OK です。 OK です。逆いきましょう。右手右肘床につけます。このまま左手万歳します。左の脇の下、脇腹、この辺伸びてれば OK です。頑張れる人は指先誰かに引っ張られてるイメージで遠くに向かって伸ばしましょう。めっちゃ伸びますね。で、さっきお尻が浮いてもいいとは言ったんですが、浮かない方がいいです。浮かない方がより伸びます。頑張れる人はなるべくお尻を床にしっかりつけたまま手を遠くに向かって伸ばすとめちゃくちゃ効きます。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK です。そしたら次はこのあぐらの状態作ります。右足を左足こっちに持ってきます。両手でこの足をお腹にギューッとつけます。右のお尻のストレッチです。なるべくピンと胸張りましょう。お尻伸びますか？で、こうやってお尻伸びてればいいんですけど、いまいち伸びない方、足をしっかりお腹にギュッとつける。ピンと胸を張る。やってみるとお尻伸びてくると思います。で、この時もお尻浮いちゃう方いると思いますが、OK です。お尻伸びてれば OK です。ただ頑張れる方は、さらにお尻を床につけておくと、より右のお尻がさらに伸びます。寝る前のね、股関節ストレッチなんで、あくまで無理せずにゆっくりいきましょう。OK です。逆いきます。これで左足を右、こっちに持ってきます。両手でこの足をお腹にぐーっとつけます。左のお尻のストレッチです。で、どうしてもちょっとね、この床からお尻浮いちゃう方多いと思うんですが、いいです。浮いてもお尻が伸びてれば OK です。なるべく足をお腹につける。ピンと胸を張る。そして1週間チャレンジをお伝えしたんですが、1週間チャレンジは言い換えると7回チャレンジだと思ってください。毎日必ず7日連続でやることが目的ではなくて習慣化が目的です。なので2日に1遍やっても OK。極端な話、1週間に1回やって7週間かけて7回やっても OK です。よし、 OK。 そしたら次、右足伸ばします。なるべく股関節開けます。開けます。このまま体真正面に倒していきます。右の内もも伸びる感覚があれば OK です。つま先前に倒す、真上向ける。つま先真上倒す、真上向ける。これで内ももより伸びます。きつい人はね、こうやってこの状態で内もも伸びてる状態でキープでもいいです。頑張れる人は前に倒す、真上向ける。前に倒す、真上向ける。これ繰り返しましょう。内もも伸びてる OK。頑張れる人はもっと開いてもいいですよ。呼吸を止めないようにしましょう。よし、 OK。 逆いきます。左足を伸ばします。で、このまま体真正面に倒します。左の内もも伸びる感覚あれば OK です。全然頑張れる人はつま先前倒す、真上向ける。つま先前倒す、真上向ける。これ繰り返しましょう。呼吸を止めないようにしましょう。そ
そしてさっき1週間チャレンジの話したんですが、これ必ずね、最初から最後まで動画を毎回完走しなきゃいけないかってそんなことないです。ちょっと長めの動画なので、途中でやめてもいいです。極端な話、最初の1種目だけやって、それでやったよって報告をね、コメント欄でもらっても OK です。よし、OK。そしたら最後、ちょっと難しい種目いきます。体育座りします。左に倒します。こんな感じで、卍みたいな感じ作ります。で、このまま、左に倒したらこのまま、左に、もっと体倒す。こう。左のお尻とか、右の脇腹伸びるんですが、どうでしょう、皆さんできますか？体育座り作ります。左に倒します。で、卍作ります。そのまま左に体を倒します。左のお尻と、あと頑張れたらこの右手、もっと遠くに向かってグッと伸ばす。右の脇の下、脇腹伸びてくると思います。左のお尻、右の脇の下、脇腹。できてますかね？難しい方、体育座りから卍が作る。真正面に倒す。よし、OK。逆いきます。体育座りの状態を作って、右に倒します。卍の形足作ります。右に体を倒します。右のお尻伸ばしてます。で、さらに左手、頑張れたら遠くの方をぐーっと手伸ばしましょう。右のお尻と左の脇の下、脇腹伸ばしてます。これいまいちね、できてるかわかんないって方、右のお尻伸びてれば OK です。体育座りの状態から右に倒す。こんな感じ、卍を作って、そのまま真正面に倒す。呼吸をね、止めないようにしましょう。よし、OK です。そしたら、柔軟性チェックやっていきます。あぐらの状態から右足を前に出しましょう。このまま体真正面に倒していきます。僕は、足がこの、頭が足に突っかけられたんですが、おでこがもう床にこうやってつくぐらいまでだいぶ柔らかくなりました。皆さんどうでしょう？変化出てますか？お尻伸びる感覚があれば OK です。いろんな角度でね、自分のお尻が伸びるなって位置探してほしいんですが、さっきよりだいぶ前に倒れやすかったの分かりますかね？ぜひコメント欄で変わった、前に倒れやすかったと教えていただけると嬉しいです。呼吸を止めないようにしましょう。寝る前の股関節ストレッチですからね、あんまりこう無理せず、リラックスして、呼吸を止めずにやっていきましょう。よし、OK です。左足を前に出します。このまま体真正面に倒していきます。こっちは左のお尻のストレッチですね。これも柔軟性チェック兼ねてます。さっきは僕はおでこが足ぐらいだったんですが、全然楽勝で床につくようになりました。皆さんも変化が出たらぜひコメント欄で教えてください。そして、さっきまで1週間チャレンジの話したんですけど、なんか毎日じゃなくていいとか、動画を完走しなくていいとかいう話をしたんですが、なんか、それで意味あるのとか効果あるのっていうのよく言われるんですけど、ズボラストレッチの目的がですね、もちろん効果を出すことは目的であるんですが、一番の目的は、習慣化です。で、習慣化できてるかどうかの、定義は僕が週に1回30秒でもできてればそれで習慣化だとします。なので無理せずね、できる範囲で1週間チャレンジやっていきましょう。OK です。そしたら次、右足伸ばします。これで右手で右のつま先触りに行きます。さっき僕指先でつま先触れるのギリギリだったんですが、だいぶ第2関節ぐらいまでこれぐらいまで掴めるようになりました。皆さんもかなり変化出ているのではないでしょうか。呼吸止めないようにしましょう。で、いいですよ、膝曲がっても全然 OK。 膝曲がってこうやって反動つけられたらも OK です。1回でね変化出てないって方もいると思うんですが、ちょっとずつやっていくうちにやりたくなりますので、一緒にね無理せず寝る前の股関節ストレッチ頑張りましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK。 逆いきます。左足を伸ばします。左手で左のつま先触りに行きます。こっちちょっと硬いかな。こっちは指先でつま先は触れるけど、なんとか第2関節ギリギリこれぐらいです。皆さんどうでしょう？変化出てますか？出てる方も出てない方もね、ぜひやったよってコメント欄で報告をお待ちしてます。1週間チャレンジやったよとか、何月何日丸とかね、やりましたとか何でもいいです。そしたら僕この動画出て最初の1週間2週間はもうコメント欄全部見に行ってね、いいね、ハート、コメント返信全部にやっていきますので、ぜひね皆さんがこう頑張る、何かストレッチをするっていうこうきっかけにこの動画使っていただけたら嬉しいです。よし、 OK。 そしたら長座していきます。長座、足伸ばします。このまま前倒れていきましょう。僕指先つま先触るのもできなかったんですが、今はとりあえず触れはすると。理想は手首がつま先触れること。全然まだまだです。
僕もね、いつもこうしたら理想っていうのは言ってるんですけど、どうしてもデスクワークが多くて、撮影して固まって、撮影して固まってでなかなか柔らかくならないんですが、一緒にね、やっていけばちょっとずつ前に進んでいきますので頑張りましょう。呼吸止めないようにしましょう。こういった反動つけながらでもいいですからね。で一応ズボラストレッチね、Twitter もインスタも TikTok も全部やってますので、フォローまだの方、ぜひよろしくお願いします。ズボラストレッチと検索が出てきます。OK です。そして、最後、開脚のチェックしていきましょう。だいぶ僕は全然開かなくて前にも倒れなかったんですが、さっきよりね、僕開きやすくなりました。で、内ももの突っ張り感がなくなりました。ちょっとずつ前に倒れていきましょう。理想は120度ぐらい開いて、体が前に倒れる。おでこが床につくことですが、僕はね、全然まだまだです。皆さんはどうでしょう？この突っ張り感がなくなった、膝が伸びやすくなった、もしくは前に倒れやすくなった、どんな変化でもいいのでね、ちょっとでも感じたら、ぜひコメント欄で教えていただきたいです。そして、1週間チャレンジ。もしくは7回チャレンジでもいいです。2日に一遍、3日に一遍。1種目だけ、1分だけでもいいので、ぜひね、コメント欄で、やるよと、やったよと報告お待ちしております。